ポケモンカード、こんな時税金どうなるのまとめ。人気のポケか、知らないと怖い税金のルールを全部まとめました。最後は、救済措置がない悲劇の話です。まずはメルカリ。趣味の整理なら、1枚30万円まで非課税です。でも、最初から売買目的の転売なら、話は別。1枚の金額に関係なく利益が出たら課税対象。副業なら、年間20万円超えで確定申告が必要。したがって自分のコレクションを整理するために売却した場合は生活用動産の譲渡とみなされます。1枚または1組の売却価格が30万円以下のカードであれば利益が出ても所得税はかかりません。例えば昔買ったカードが値上がりして20万円で売れ15万円の利益が出たとしてもこれは非課税です。しかし1枚31万円で売却した場合は譲渡所得の対象となります。譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、他に大きな売却益がなければ、実質的に納税は発生しませんが、ルール上は課税対象のグループに入ります。一方、利益を得るためにカードを仕入れてメルカリで転売した場合は、金額に関わらず課税対象となります。この場合は、生活用動産の特例が適用されないため、1枚数千円のカードであっても、利益を計算しなければなりません。副業として行っている場合、年間の利益が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。例えば、1枚1万円のカードを100枚転売し、経費を差し引いた利益が30万円になった場合は、申告義務が生じます。住民税に関する注意点があります。所得税の確定申告が不要な利益20万円以下のケースでも、住民税は別です。住民税には20万円の免除ルールがないため、営利目的で利益が出た場合は、1円からお住まいの市区町村へ申告する必要があります。転売とみなされる判断基準。税務署は取引の継続性や頻度を確認します。短期間に同じ種類のカードを大量に売買していたり、明らかに利益を出すための値付けを繰り返していたりすると、不用品の処分ではなく、事業や雑所得として判定されるリスクが高まります。次に、店員のミスで20万円のカードを2万円で買えたケース。差額の18万円は、税法上、贈与扱い。他と合わせて年間110万円を超えると贈与税が発生。SNS で話題となった実例では、カードショップのスタッフが販売価格を打ち間違え、本来20万円のメガリザードン Xムーアールを2万円で販売してしまう事件が起きました。ショップ側はミスに気づき、スタッフが追いかけましたが、購入した客に追いつけず、最終的に SNS で逃走成功、おめでとうございますと皮肉を込めた投稿をする事態に発展しています。このように時価よりも著しく低い価格で商品を購入した場合、税務上は定額常時とみなされます。今回のケースでは時価約20万円の商品を2万円で購入しているため、その差額である18万円分をショップからプレゼントされた、つまり贈与を受けたと判断される可能性があります。贈与税には年間110万円の基礎控除が設定されています。このカード1枚の差額だけであれば18万円のため、年間の贈与合計が110万円を超えなければ税金はかかりません。しかし、同じ年に他にも高額なプレゼントや現金を受け取っていたり、他にも同様のラッキーな購入が重なって合計が110万円を超えた場合は、申告と納税の義務が発生します。このカードを元に売却する場合、税金の計算に使う買った値段は、実際に支払った2万円として扱われます。仮に20万円で売却できた場合、利益は差額の18万円となり、この利益がさらに所得税の課税判定に使われることになります。ショップのミスで得をした分は、手に入れた瞬間だけでなく、手放す時にも税務上の記録に関わってくる点に注意が必要です。お宝カードも持っているだけなら、税金は0円。売る、あげる、なくなって相続する。この瞬間にその時の時価で課税。超高額カードをアメリカのオークションで売却。日本居住者は国内で申告。外国税額控除や国外財産調書もあります。最悪なのは預けていた店が倒産して持ち逃げされた時。雑損控除がありますが30万円超は救済対象外。近年カードショップの経営破綻や内部人間による不正な持ち出しが相次いでいます。2026年4月には秋葉原のショップがオープンから短期間で突然閉店し、負債総額約2億円、被害者約200名に上る未払いトラブルが発生しました。
中には1枚100万円を超える希少カードを預けたまま、代金も現物も戻ってこないという深刻な被害も報告されています。雑損控除の適用を阻む30万円の壁。災害や盗難、横領によって資産を失った場合、所得税を軽減できる雑損控除という制度があります。しかし、ポケモンカードの場合は資産の性質が厳しく問われます。税法上、1枚または1組の価格が30万円を超えるものは、生活に通常必要でない資産、贅沢品とみなされるのが一般的です。贅沢品が被害に遭った場合、原則として雑損控除の対象外となり、どれだけ高額な被害であっても、税金上の救済は受けられません。詐欺被害は救済の対象外。さらに注意が必要なのは、店側が最初から騙す目的でカードを預かっていた詐欺と判定されるケースです。現在の税制では、盗難や横領は雑損控除の対象になりますが、詐欺による損失は対象に含まれていません。店主が計画的にカードを持ち逃げし、それが詐欺罪に該当すると判断された場合、被害者はカードを失った上に、税務上のサポートも得られないという二重の苦しみを味わうことになります。倒産手続きと取り戻権の現実。店が法的整理破産に入った場合、店内にカードが残っていれば、取り戻権を主張して返還を求められる可能性があります。しかし、店主がカードを持ち逃げして転売してしまった後では、回収できる見込みは極めて低くなります。被害届を提出しても、相手に支払い能力がなければ、金銭的な補填は難しく、お宝カードが資産であるがゆえに、法と税の狭間で守られないリスクが浮き彫りとなっています。ポケカも資産なので、正しく申告しないと、後で追徴課税が来ます。不安な人は保存して見返してください。